皆さんこんな経験はありませんか？限られた旅行期間の中でバンコクの巨大ショッピングモールをどう選べばいいのか悩みますよね。なんといってもバンコクにはモールが多すぎますから。庶民はフードコートが魅力のターミナル21、コピー商品の片湖 MBK、東南アジア最大級の巨大迷宮セントラルワールド、洗練された大人の最新スポット M スフィア、チャオプラや川沿いに鎮座するまるで宮殿のようなアイコンサイアム、そして2004年に誕生した未来都市ワンバンコクまで上げ出したらキリがありません。でも実はバンコクのショッピングモールってただ服を買ったりご飯を食べたりするだけの場所ではないんです。年間を通して気温30度を超えるこの熱帯都市において人々が涼を求めて集まり生活する現代の広場なんですよね。だからこそモールごとに訪れる人たちの熱気も漂う空気感さえも全く違います。今回はただのベタな観光案内ではありません。アクセスの良さ、入っているブランドの傾向、エンタメ性、グルメ、ショッピング、そしてどんな旅行者にぴったりなのかという6つの視点から徹底的に解剖していきます。正直どれが一番優れているなんて答えはありません。大切なのは今のあなたがバンコクで何を感じたいか。さて前置きはこれくらいにして、あなたの旅のピースがカチッとはまる場所、一つずつ紐解いていくことにしましょうか。巨大なガラス張りのビル、ターミナル21。ですね、ただのショッピングモールだと思うと、この場所の本質を見落としてしまう気がするんです。ここは単なる商業施設じゃなくて、世界中の都市を模した空間の中で、バンコクという街の包容力と現代人の熱量が交差する、まるで大きな空港のような物語の箱なんです。 BTS のアソク駅と地下鉄のスクンビット駅、この2つが交わるまさにバンコクの心臓部。改札を抜けるとそのまま搭乗口のようなスカイウォークに吸い込まれていくんです。雨に濡れる心配すらいらない。蒸し暑い熱帯の空気に疲れた頃、すっと冷気が肌を撫でるこの接続感。都市のインフラと人々の生活が完璧に溶け合っているんですよね。館内に一歩いると空港のターミナルそのもの。でも面白いのはここに入っているお店なんです。有名ハイブランドの重厚なドアではなく、タイの若手でザイナーたちが身を寄せる小さなセレクトショップがぎっしり詰まっている。なんていうか、個人の熱量がそのまま服の裁縫に出ているようなローカルの今を感じるインディーズの息遣いがここにはあるんです。エスカレーターに乗るたび、パスポートもなしにパリからロンドン、そして東京へ。巨大なサンフランシスコの赤い橋を見上げていると、世界を凝縮して楽しむという大人のチャーミングなエンタメ精神にクスッとしてしまいます。映画館やアミューズメントはもちろんですが、トイレ一つとっても各都市の装飾が完璧に施されていて、遊園地に来たような無邪気な冒険心が湧いてくるんですよね。そして最上階近くにあるフードコートピア21。実はここバンコクで一番愛されていると言っても過言じゃない場所です。屋台並みの価格、そう一皿50バツ前後で、清潔でエアコンの効いた空間で本格的なカオマンガイやパッタイが食べられる。ほら、甘辛いナンプラーとマナオの甘酸っぱい匂い、高層ビルの中でストリートの熱気と味がそのまま息づいているんです。旅先での
買い物って物を得るだけじゃなくて記憶の切り取りだと思うんです。量産されたお土産品じゃなく、ここでしか見つからないハンドメイドのアクセサリーや革製品、店主と少し言葉を交わしながら手に取るその一つ一つに旅の温度が残る。高級なデパートでは味わえない宝探しのような手触りのあるショッピングがここにはあります。効率よく観光地を巡りたい人にも、ローカルの熱気に触れたいバックパッカーにも、ターミナル21は誰も拒まずに包み込んでくれるバンコクという街そのものなのかもしれません。次は巨大な迷宮 MBK の扉を開けてみようと思います。 BTS ナショナルスタジアム駅から直結、サイアム駅からモスカイウォークをブラブラ歩いてすぐのこの場所、洗練されたハイブランドのビルを通り抜けた先に突如としてこの怪しげな熱気が現れるギャップがたまらないんです。バンコクの最先端と昔ながらの泥臭い熱気がたった一本の橋でつながっている。この接続感こそがこの街のリアルなんですよね。最初は日本に見慣れのドン・キホーテです。ここに入っているのは洗練された高級ブランドではありません。スマホの修理パーツ、怪しいガジェット、出所のわからないヴィンテージの服や安価なタイパンツ、整然とした棚ではなく山積みにされた商品と店員さんたちの話し声、なんていうかマニュアル化された接客じゃなくて生身の人間同士が交わす商売の原型がここにはあるんです。上の階へ登っていくとアニメやフィギュア、レトロゲーム、それにゲームセンターまで、まるで秋葉原の熱気が熱帯のバンコクに流れ着いたような異様な混ざり合い方にワクワクしてしまうんです。観光客も学生たちもみんな一緒になって同じゲーム機を覗き込んでいる。混沌としているけれど誰もが好きなものに没頭できる懐の深さがここにはあるんですよね。お腹が空いたら上階のフードコートへ。ここはおしゃれなカフェというより地元の食堂街をそのままビルの中に持ち込んだような場所。炒め鍋から立ち上るニンニクと唐辛子の煙、あの特有の甘辛香りに包まれながら食べる一皿のボートレーズンやパッタイ、汗をかきながらすするスープの味には路地裏の屋台と全く同じ飾り気のない本物の熱がこもっているんです。ここでの買い物は単に物を買うことじゃないと思うんです。これ安くできるなんて店主とちょっとした言葉を交わす、その駆け引きの温度感、値札のない商品の中から掘り出し物を見つけ出した時のあのちょっとした達成感、効率と利便性に慣れすぎた私たちが忘れかけている人と人が対面で売り買いする楽しさがここには生きているんです。きれいに整えられた観光地だけじゃ物足りない人、泥臭い街の熱気を愛する旅人に MBK は整然としすぎる世界から少しはみ出した人たちを優しく迎えてくれる場所なのかもしれません。さて皆さんはこのカオスな迷宮でどんな物語を掘り出しますか？皆さんはあまりにも広大すぎて歩いているうちに街そのものに溶けてしまうようなデパートに出会ったことはありますか？ですね、
ただ大きいだけじゃないんです。巨大なガラスのアトリウムの向こうに東南アジアの消費のエネルギーと現代退任の洗練されたライフスタイルが幾重にも重なり合う。今日はバンコクの真ん中に鎮座するまさに一つの都市のようなメガモールセントラルワールドの巨大な物語を紐解いてみようと思います。 BTS のジットローム駅とサイアム駅、まさにバンコクの脈動が最も激しい二大拠点のちょうど真ん中にこのビルは広がっています。高架元のスカイウォークを風に吹かれながら歩いていると、気づかないうちにその巨大な内包空間へと足が踏み入っている。駅から街の上を散歩するようにそのまま滑り込める都市の空中歩道と完全に一体化したこの構造は、蒸し暑い地上を回避しながら街を横断する旅人にとってのシェルターでもあるんですよね。広大な館内を巡って気づくのはその圧倒的なダイバーシティです。ハイエンドならグジュアリからザラやユニクロといったグローバルファストファッション、そしてタイの最純でザイナズブランドまで、格差や境界線を軽やかに飛び越えて、あらゆる階層やライフスタイルが同じ天井の下で緩やかに同居している。それってタイという国が持つおおらかさや多様性の美学そのものが形になったような光景なんです。単なる買い物の場を超えた無のエネルギー。中央の大吹き抜けでは日々新しいファッションショーやポップアップイベントが目まぐるしく入れ替わり、上層階には映画館はもちろんアイススケートリンクまで広がっている。敷地外の広場に目を向けると、人々が祈りを捧げるエラワンシアがねえ写像があり、そのすぐ横で若者たちが最新のカルチャーを楽しんでいる。ハッピー、信仰と娯楽、古代と未来が隣り合わせで息づくこのカオスなエンタメ感こそがバンコクの魅力なんですよね。そしてここを語る上で外せないのが圧倒的な食の集積です。6階から7階へと続く広大なダイニングゾーンやフードコートエリア。世界中のトレンドグルメが県を連ねる一方で、ミシュランに輝くローカルストリートフードの分店がしっかり味を守っている。ガラス越しに差し込む光の中で、タイ伝統のスパイスの香りとエスプレッソの芳醇な香りが混ざり合う。ここはまさに現代バンコクの胃袋そのものなんです。ここでの買い物はただものを手に入れる作業ではありません。あまりにも広大な迷宮の中で偶然自分の感性にぴったりはまるアパレルやハンドメイド雑貨に出会う発見の体験。疲れたら吹き抜けのベンチでコーヒーを片手に行き交う世界中の人々を眺めてみる。年の多様なグラデーションを観察するその時間も含めて、贅沢なショッピングの余白が用意されているんです。トレンドの最前線を追いかけたい感性豊かな人はもちろん、ただこの街の巨大な脈動を肌で感じたい全ての人に、セントラルワールドは現代バンコクが持つ底知れない活力飛び意識を惜しみなく見せてくれる場所です。さて皆さんはこの広大な都市の真ん中でどんな新しい日常を見つけますか？皆さんは未来の都市に迷い込んだような感覚って味わったことありますか？ですね、ただ綺麗でラグジュアリーなだけじゃないんです。インダストリアルなむき出しの天井の下に世界中の食とカルチャーの今が爆発するように詰め込まれている。今日はプロムポンに誕生したバンコクの夜の熱気と未来が交差する新空間
M スフィアの生々しい鼓動を聞きに行こうと思います。 BTS のプロムポン駅から直結、 M クォーティエやエンポリアムを横目にスカイウォークを進むと、そこはもう未来の都市の入り口です。改札を出てから一度も雨にも濡れず、冷気の中にスッと滑り込める都市の利便性と洗練が何歩も先へと進化しているのを感じるんですよね。館内に足を踏み入れると、伝統的なハイブランドの並びとは一線を画す光景。最先端のストリートウェア、エッジの効いた若手でザイナーズ、そして多発進出のグローバルブランド、なんていうか敷居の高い高級感じゃなくて、今の時代を面白がる感性が集まっている。現代のバンコクの若い熱量がこの空間を形作っているんです。巨大なライブアリーナに深夜までにぎわうビーチクラブ風のナイトスポット、そして都市型いケアまでもがこの巨大な箱の中に組み込まれている。昼間の買い物だけじゃ終わらない夜のカルチャーや生活そのものを丸ごと飲み込む圧倒的なエンタメ感。単なるモールを超えて大人たちが夜な夜な集う遊び場のようなワクワク感が湧いてくるんですよね。そして何より圧巻なのが1階から広がる広大なフードマーケットです。まるで巨大な夜市が未来都市にそのまま移植されたような熱気。世界中の人気レストランから深夜まで営業するローカルの絶品ストリートフードまで、ほら、香ばしい肉の焼ける匂いとスパイスの刺激的な香りが混ざり合う眠らない町バンコクの豊かな食文化がここで弾けているんです。ここでの買い物は単なる所有じゃなくて、時代の空気を吸い込む体験です。他では見つからないカルチャー性の高い雑貨や限定のコラボアイテム、お気に入りの一品を手に入れて洗練されたカフェで少し休憩する、変化し続けるバンコクの最前線に立ち会っているような刺激的な時間そのものを買い求める場所なんです。最新のトレンドに敏感な感性豊かな人はもちろん、新しいバンコクの夜の顔に触れたいすべての人に、Mスフィアは常に変化し続けるこの街の未来の答えなのかもしれません。さて、皆さんはこの未来都市でどんな夜を始めますか？ただ買い物をしたいだけならわざわざ川を渡る必要なんてないんですよね。でもこの街の熱と誇りが交差する瞬間を見たいなら話は別です。実はアイコンシャムの詳しい施設紹介は過去の動画でお話ししたんです。ガイドブックが語る便利さの裏にはいつもローカルの歴史と人の営みが隠れてるんですよね。沿いに咲いた現代体の巨大なグラデーションを一緒に歩きましょう。ここへの道のりは実はすごくシンプル。自動運転のゴールドラインで未来都市みたいに電車で直接乗り込むか、里温の船着き場から風を切るボートで渡るか、ですね、日常を少しだけ遠ざけて旅の気分に浸りたいなら、やっぱり水の上を渡る船のルートが一番しっくりきます。一歩足を踏み入れると、地下の吸う臭いアムには甘いヤシの香りと香辛料の熱気が充満しています。まるで昔の水上市場を丸ごと屋内に閉じ込んだみたい。涼しい蔵の中で路地裏の屋台飯を頬張るなんて、なんとも贅沢でハイブリッドなタイの姿じゃないですか。海上に登れば空気は一変します。エルメスやルイ・ヴィトンが放つ圧倒的な光とタイ伝統の幾何学模様が空間の中で融合している。なんていうか、西洋の洗練を取り込みながらも自国の誇りを決して手放さない
そんな強い美意識を感じるんですよね。さらに歩くと日本の高島や屋台ローカルのデザイナーズエリアが整然と並ぶ。ここに来れば日常の品から一位性の工芸品まであらゆるものの手触りが手に入ります。買い物は単なる消費じゃなく、異文化のセンスを自分の中に持ち帰る小さな儀式なのかもしれません。夕暮れ時、テラスに出るとチャオプラや川を背にした巨大な噴水ショーが始まります。光と水と音が織りなす空間はまるで都市そのものが生きている舞台装置。バフに当たりながらこの光景を見ていると言葉にならない開放感が胸を満たしていくんです。ですね、ここはただの巨大モールじゃないんです。タイの熱気ある過去と洗練された未来を同時に味わいたいすべての人に開かれた場所。初めてのタイに心を躍らせる人も、何度もこの街を訪れてきた人も、きっと自分だけの愛おしい光景が見つかるはずです。さて、次はどの路地へ向かいましょうか。さて、この場所に足を一歩踏み入れて最初に驚くのは空気の継ぎ目のなさなんですよね。 MRT のルムピニー駅から地下通路で直結しているんですが、エアコンの効いた綺麗な通路を歩いているだけで外のタイと固有のまとわりつくような熱気からすっと切り離される。バイクの排気が巣の匂いが一瞬で透明な冷気に変わる感覚。これ地味ですけど、旅の体力を奪われないためにはたまらない救いなんです。館内を歩いてみると単なるハイブランドの羅列じゃないことに気づきます。パレドやストーリーズといったエリアにはグローバルな最先端ファッションと並んで、タイ伝統のシルクを現代に昇華させたジム・トンプソンやローカルのクラフトマンシップを感じるセレクトショップがしっかりと息づいている。過去の伝統と未来のセンスが同じフロアで自然に手をつないでるような、なんていうかすごく不思議で心地よい空間なんですよ。実は僕がここで一番心を動かされたのはアートループなんです。商業施設でありながらアニッシュカープ、巨大な彫刻作品やパブリックアートが歩行空間に当たり前のように鎮座している。買い物をしに来たはずなのに、まるで熱帯の現代美術館で迷子になっているような錯覚。この贅沢な余白の残し方こそがこの街の新しい豊かさなんだと思います。そしてみんな大好きな食の話。ですね、ここには大発進出となる三越デパ地下が入っているんです。日本の繊細で丁寧な食文化と 1.5 キロも続くフードループの賑やかなタイのストリートフードが同じ屋根の下で響き合っている。焼きたてのパンの香ばしい匂いからスパイスのピリッとした刺激まで、まさに現代の食のシルクロードですよね。買い物ってただ物を手に入れる作業じゃないと思うんです。旅先でのショッピングはその街の美意識を持ち帰る。ここで手に入る限定のローカルプロダクトやこだわり抜かれたショップを巡っていると、タイの人々が今何を美しいと感じてどんな暮らしを目指しているのかが手に取るように伝わってきます。結局のところ、ここはどんな旅行者のための場所なのか。それは単なる有名観光地のスタンプラリーに少し疲れてしまった人。タイの熱気も愛おしいけれど、都市としての洗練された日常も味わいたい。自分の感性を信じて旅の深い余韻を楽しみたい。そんな大人の探訪者にこそあつらえられたような場所なんです。今
巨大なモールに漂う高級スパの香りと、一歩外に出た瞬間の排気ガスと熱気。この渇な熱気の中にこそ、タイの今を生きる人たちの鼓動が聞こえてくる。だからこそ今日は単なる買い物の話はしません。あなたの旅の哲学に寄り添う一軒を一緒に探しましょう。さて、まずコスパよくサクッと旅の熱気を感じたいなら、ターミナル21や MBK です。空調の効いた快適さの中に、どこか昔ながらのマーケットの混沌がそのまま残ってる。あの迷路みたいな熱気は歩くだけでちょっとワクワクするんですよね。一方でタイの圧倒的なエネルギーと美学に圧倒されたいなら、間違いなくアイコンサイアム。チャオプラや川の風を受けながら見上げるその姿は、伝統とラグジュアリーの融合です。豪華絢爛な光の中で、タイという国のプライドみたいなものを感じるんですよね。実は最先端のカルチャーや刺激的な夜を感じたい人には、エムスフィアやワンバンコクが刺さるはずです。都市の欲望と洗練されたセンスが交差するこの場所は、まさにバンコクの今この瞬間の呼吸を捉えているような場所なんですよね。ですね、もし迷ってしまうなら、答えはセントラルワールドです。老若男女の日常と非日常が全て溶け込む場所。自分の足で歩いて直感で選ぶ。あなたの心が一番踊る場所こそが、あなただけの正解ですよ。最後に、この巨大な都市の迷宮をストレスなく心ゆくまで泳ぎ切るための小さなコツを渡しておきますね。ですね、バンコクの夕方17時過ぎからの道路は、本当に車が一歩も動かない陸の孤島になります。損得や効率を考えるなら、この時間帯の移動はタクシーではなく、迷わず高架を走る BTS や地下を抜ける MRT を使いこなすこと。風を切る電車の窓から渋滞のテールランプを見戻すのも、またこの街らしい愛おしい景色なんです。それからもう一つ、12時台のランチタイムや18時以降のフードコートは、ローカルと観光客の熱気がぶつかり合って大混雑します。だからこそ、あえて時間を少しずらして14時頃にふらりと訪れてみる。空いたテーブルで冷たいタイミルクティーを飲みながら、ガラス越しに通り過ぎる人々の営みをぼんやり眺める。そんな余白の時間こそが、後から振り返った時に一番心に残る旅の思い出になったりするんですよね。さて、陸奥の個性豊かな広場を巡ってきた僕たちの旅もそろそろおしまいです。あなたの直感はどの風の匂いに引き寄せられましたか？ここに行ってみたい、昔ここを歩いてこんな思い出があるなんて推しのデパートや記憶があれば、ぜひコメント欄で僕に教えてくださいね。皆さんの言葉からまた新しい旅の風景が見えてくるのが本当に楽しみなんです。もしこの動画があなたの次の旅の小さな同票になれたなら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえるとすごく励みになります。それでは路地裏のどこかでまたお会いしましょう。サワディーカ。